はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、アストロテック GX100 1DT プラス1ピエゾ搭載のハイブリッドモデルです。結構前にサンプルが届いてたんだけど、いくつか不具合があったということで、修正版を再送してもらってたんで、レビューも遅くなったんだよね。そうね、エンジェルイヤーズオーディオストアさんから送ってもらいました。価格が5000円台と、ピエゾ搭載にしてはリーズナブルな設定なのかな？そうだね。エントリークラスの認識でいいんじゃないかな。比較モデルを探してみたけど、手元には同じドライバー構成のモデルはないし、ネットで調べてもこの価格で 1DD プラス1ピエゾのモデルはヒットしなかったな。そっかー。じゃあ、ピエゾ搭載モデルを気軽に試せるっていうのが特徴なんだね。うん。視聴の第一印象はどうだった？結構広域に寄せたチューニングなんだなという印象だった。で、波形測定してみて、まあ、聞いた印象通りかと思い、そういえば、最初に送られてきた方との違いもあるんだろうなと思って、比較してみたのがこれ。広域重視のチューニングなのが同じなんですね。うん。後から送ってもらった方が広域の伸びがいい感じしたわ。詳細は聞いてないけど、そのあたりが不具合があった改善ポイントだったのかもね。外観は多軸 CNC 加工に加え、さらなる機械加工の工程を経て、視覚的に魅力的なダイヤモンドカットデザインになっています。非常にコンパクトにまとまったボディは片側 4g と軽量で装着感もいいです。音漏れの心配はほぼないと言っていいでしょう。新世代のリキッドクリスタルポリマー LCP ドーム DD は素早い音の立ち上がりと正確なレスポンスを実現。そしてピエゾ振動板は 10.6mm 急走構造、微細な音の再現性を高め、低出力時でも性能を発揮。独自の DD プラスピエゾ構成は電力に対し極めて高い応答性を実現。純正 N52 マグネットの強力な持続により効率と応答速度を向上。実際かなり特徴のある鳴り方だと感じたね。今回の比較モデルは結構悩んだんだけど、前回のレビュー QE イヤーズセプテッドやクインテッドにもピエゾが搭載されてたから、それと比較してみた。セプテッドは広域に特徴あったけど、それを凌駕する広域の出方してるんだ。価格帯は全然違うし、ドライバー構成も共通点はピエゾ搭載ってだけなんだけど、 GX100 の特徴を把握してもらうという点では分かりやすいと思ってね。音調整の基準を GX100 とセプテッドにしてそれぞれ聞いてみたんだけど、 GX100 の広域の感じがつかみやすかったセプテッドを音調整の基準にしてみた。じゃあ早速聞いてみましょう。音量上がります。We're the only ones in here with so into this groove, intoxicated by the way our bodies move. Hey, chance I'm satisfied. Hey, and I'm blowing your mind. Don't wanna pass me up 'cause I'm one of a kind. So you're checking me out, trying to figure out what I'm all about. Come on, if my love make you scream and shout. If I don't at first, I'm gonna figure it out. Testify, yeah, chance I'm satisfied. Checking me out, trying to figure out what I'm all about. Wondering if my love make you scream and shout. If I don't Clouds make up your mind. Through the dark we're always
でした。なるほど。あんまり聞いたことのない広域体験でした。収録音もですけど、実機はさらにすごいですね。だよね。セプテッドも広域に特徴がある点でいい比較だったけど、それ以外の部分でセプテッドと比べることはしないよ。価格もコンセプトも違うから。クインテッドもね。GX100 は広域の出方が強いの苦手という人にはおすすめしないでしょ。まあ、基本的にはね。感触系で広域の抜け重視の人向けだと思う。最初は広域がきつすぎると感じてた。でも、リケーブルしてバランス接続で聞いてみると、全体的に軽い感じのサウンドではあるけど、低域が少し太く感じられるようになって、聞きやすくなったかな。そりゃあ、低域から2キロあたりまでと、その上のバランスを見れば、そうだよね。そう、ここ3つのピークは結構強烈だからな。でも、少し慣れてくると癖になるというか、普段あまり聞こえない音が聞こえてくるのは確かだね。それと、ボーカルの視察音があまり感じられなかったかな。綺麗に出てるってことですか？そうだね、そう感じたわ。これが 1DD だったら、こういうなり方はしないんじゃないかな。つまり、ピエゾの特徴ってこと？そんな気がする。広域抜け重視の人向けな GX100 ではあるけど、高低のバランスを自分好みにしたらどうなるか試してみた。EQ ポイントを細かくすれば特性を犠牲にした音作りはできるけど、ここでは2ポイントに絞ってバランスを整える程度に留めてみた。これだと広域の特徴を生かしつつ低域もしっかり出てくるんで、これはかなりありだなぁと思ったね。確かにバランスよく広域の抜けもいいですね。これならバランス重視の人にもおすすめできそうです。その代わりちょっと視察音が目立つようになったみたいですね。ああ、やっぱりそう思うか。じゃあ後でもう少し調整してみるとするか。この調整はあくまで個人的趣向で脱線気味の内容だからこれくらいにしておくわ。そうだね。でも割と手軽にピエゾ搭載モデルを聞けるってことには変わりないと思うので、気になった人は買ってみてもいいんじゃないかな。ということで、アストロテックの 1DD プラス1ピエゾ搭載モデル GX100 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。